は来ました。ここはどこで？ここはどこで？どこですか？代々木公園。思い出の場所です。私たちの初デートの場所です。はい。どこか覚えてる場所？俺覚えてるよ。本当？じゃあ連れてって。忘れたの？うんじゃない。二人ごと。乾杯。今日ちょっと肌寒いかも。そうだね。でも最近ずっと雨だったからさ。よかった晴れて。やっと晴れたんだよ。初ピクニックの時はなんか宮下公園でいろいろ買って食べたよね。フレンチトーストとか、おにぎりとか、唐揚げと、あとポテトとか。そっか。いっぱい買って、ここで食べてた。あれは5月12日のことです。5月12日ですね。で5月11日に飲んでたのよ、友達とみんなで。そう、みんなでカラオケ行ってたね。楽しかった。だいぶ酔っ払いの。そうなのよ。解散 C の、今 LINE 見てたんだけどさ、前日の飲みは急遽だったもんね、なんか確か。で、2人ともめっちゃ酔ってて、多分めっちゃ飲んでるよね。覚えてない？そんなに覚えてないかも。あ、そうなんだ。いやもうなんかじゅんくんが「えこちゃんごめん明日行けないかも」とか言うから「全然いいよ」みたいな、その時「全然いいよ、なしにしよっか」みたいな「今日も飲もう」みたいなしたら「なんでそんなこと言うの？」って言ってて「なんでそんなこと言うの？」みたいな「本当だよ、マジ？嘘じゃないよ」でもずっと「やばいもう明日起きれないかも」とか言うから「全然いいよ」みたいな「明日じゃなくていいよ」って言ったらなんでそんなこと言うのってずっと。マジで？これのラリーずっと。記憶ないわ。覚えてないの？全然の記憶ない。一時期ネタにしてたんだけど、ヤコの中で。嘘？全然知らない。嘘覚えてない？俺は今 LINE 見て、なんかヤコちゃんがいけないかもとか言ってたから、あんま乗り気じゃなかったのかなみたいな。見て。ほら、明日いけまないかもとか言うからいいよって言ったら、なんでそんなこと言うのって怒ってたよって言ってんだよ LINE で。ハッシュタグどっちだよ。でもうこれもう午後1時ね。でヤコちゃん多分寝てなかったんだよね。そうなんかお酒入ると私、寝れなくて、多分アドレナリンで、しかも楽しかったし、それでも眠たいのに寝れない不眠症みたいな感じ。1時ぐらいにやちゃんが「ゆっくりたい」もう行こうどうせ寝れないって言って、そこからなんか電話してんだよね、10分ぐらい。俺がなんか歯磨きしてる写真送ったら「今日もかっこいいね」って送ってこれはどういう意味ですか？脈ありってこと？これはこういうこと言うんだよ。そういう子なんだよね。そういうの言うんだよ。だってさ本当にさ、男子って自撮り送ってくるってことはそう言われたいってことじゃん。違うでしょこれ。こんな写真。そう理解してる。こんな写真送ってさ。でも送ってくる人いるから、ヤコワ君も絶対そうやって返すって決めてんの。ああなるほどね。かっこよくなくても。これはどっち？もう息を吐くようにかっこいいねって言ってるだけ。心はどう思ったの？いや、どう思いながらじゃあ送ったの？いや別に準備してるよっていう。そうなのね。俺はこういうの送りがちだからさ。でそうだよって返事してるしね。今日もかっこいいね。そうだよ。でもう3時半には集合してますね。渋谷駅で。今日もかっこいいね。やば。忘れてた。うわやだ。何？誰にでもやってたってことでしょ？そういうのを。じゃあもしよ、思ってなくてもこうやってカシッって自撮りする系女子いるじゃん。LINE で送ってこられました。なんて言う？なかったら別に何も言わないかも。なんかいいじゃんぐらい。可愛いとかはあんま言わないかも。いいじゃん。髪の毛いいじゃんとかは言うかもしれないけど。顔は言わないんだ。言わないと思う。だってそれで変にさ、脈ありかもって思われても嫌だし、脈なかったら。私は言う。全然今日もかっこいいねって言われたらテンション上がるくない？まあ確かに。今日も可愛いねって。確かに揚げまんだもんねあなた。確かに。全然減るもんじゃないから言ったがいい。確かに。だって人が幸せになってるから、それで。でもそれで勘違いしてガツガツしちゃうタイプあるじゃん。ガツガツ自撮り送って来られたら嫌だね。確かに。嫌でしょ。
それはまあそんな感じでピクニックだったね。だった初ピクニね。ック。うん。どんな気持ちで来たの？どんな気持ちでもなく約束はしてたじゃん。今は仕事頑張ろうみたいなモードあるけど、その時期はもう休みめっちゃあって最高ぐらいな。なるほどね。うん。私はラリクラリ生活するみたいな感じだから、いつも暇してた。誘われたらいろいろ行くって感じ。うん。そうそう、元気だったしタフだった。確かにいつ呼んでも来てた感じする。うん。いつも言ってた。確かに。でもそういう時期女の子にも男の子にもあるんじゃない？まあ確かにね。逆にどういうつもりで来たの？つもり。でも俺はどういう気持ちでみたいな。なんか2人でピクニック行くってなった時から、なんかあるのかもしれないとは思ってて、少しは。2人でってなった時は。でも別によくもさ、じゅんくんのことを知りたい気持ちはあったよ。あ、そうなんだ。うん。全然デート行きますって感じだった。なるほどね。うん。で俺は正直このピクニックの日までそんな恋愛対象とかで見てなかったけど、このピクニックで2人で結構話して、その時に初めて可愛いって思ったの。逆にその時によく思ったなって思っちゃうよ。あ、そう。だってね、じゅんくんも女の子の話、私も男の子の話してたの。過去のこういう人いてさとか、こういう人いたんだけど、みたいな、なんかそういう話するじゃん。逆にそれで良くなったなって思うよ。でもなんかこの距離で2人でいて、まずこんぐらいの距離で離れてるじゃん。こんな言い過ぎか。それは言い過ぎだよ。全然離れてたよ。全然離れてた。本当に可愛いなと思ってこの日をきっかけに俺は結構好きになり始めたねもう言っちゃうけど、あんま止められなくて自分の気持ち、もうチューしようとしちゃったもん、この初ピクニックで。あった。そうだよ。覚えてるわ。そしたらなんかそうこうやって止められてこうやってしようとした。ダメだよ普通に。ダメ？違うよ。ダメか。ダメだよ。ダメか。確かに今思い出した。めっちゃ今思い出した。そうだよ。あと添い寝とかして。そうだから寝らずに来たから。あ、そうだ。ちょっと寝たいみたいになってなって、その寝てる姿とか見て可愛いなと思って隣で寝てた俺も添い寝友達、ソフレから始まりました二人ごとちょっと寒い。上着着る？ちょっと上着着ていい？やばくない？そう考えると可愛いこの洋服。可愛い。私が選んだけどそうだね俺に買ってくれたやつ。役が選んだんだけど。レディースだもんねこれ。そう本当はレディース。俺がさチューしようとしたじゃん。どう思った？普通に嫌だと思ったいや普通に嫌だと思ったよ。そうだよ。普通に嫌だよ3回くらい言っちゃった今。そうだよね。でもまあそういう感じでもその次もあったし、お互いのことどんどん知っていって、まあいずれ付き合うことになりましてそれ何2人がこう近づいてなるほどね。そうだね。で私たち結構 TikTok ライブとかでも、DM でもコメントでも、2人ってどこで出会ったんですかみたいな、めちゃくちゃ質問来るじゃん。私たちは友達つながりで、そうだね。ほんと最初はお互い友達同士だと思ってて、で付き合うことになったっていう感じなんだけど、いろんな出会いあるなって思ってるの。そうだね。本当に私の友達もさ、出会い今探してる人とかいるし、じゅんくんとかも、4ヶ月付き合った子をなしにしたらどんくらいの恋愛？7年。7年めちゃくちゃすごいね。それの間にさ、なんか他出会いなかったの？でもなんか、恋愛じゃなくても、ちょっと出会い欲しいなみたいな時あるじゃん。なるほどね。あるあるある。Tinder とか周りがやってたから、ちょっとやってみた時期あったの。マッチングアプリ。そう。それで1回だけ会ったことある。やり取りして、女の子と、どうだった？俺がちょっとコミュ障すぎて、全然喋れなかった。マッチングアプリは私はやったことないんだけど、マッチングアプリに使われてたりする。やってたんか？嘘。連絡来たりするの DM で、マッチングアプリに写真使われてますよみたいな。うわ。名前は別なんだけど、インスタの写真とか使われてて、だからさ、偽物とかいたりするじゃん。いるね。あれ何のためにって思うんだけど、だってバレるじゃん、あったら。桜としてあ、そういうこと。マッチするまで
だけ、うわマッチするんだ、可愛い子とでも会えないみたいなじゃああ、そういう運営側のないじゃない？なんかそういうのかな、うんまあしたことないからこそちょっと不安に思うようなところもあるなって思ってたんだけど、めっちゃ可愛い友達がイケメンとマッチしてて、で今付き合ってて、で結婚するためにお金貯めてるみたいな。すごい。それぐらいだから身近な友達がそういう風になってるから、印象変わった。マッチングアプリの。そう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 、ね、あ、マッチングアプリでもこういう恋愛できるんだっていう、めっちゃ可愛いよ。可愛いことしかやってるんだ。もめっちゃインスタのフォロワーすごい多いし、そうなの？だから最初偽物だと思われて、でインスタにフォロー来たんだって、その男の子から、で男の子のことをフォロー返したら、あ、本物なんだって信じてくれて、そこから、へー、すごいよね。すごい。誰か歌ってる。誰か歌ってる。あ誰か歌ってる。俺らもさ、初ピクニックの時隣で外国人紹介してたよね。ね、歌ってたね。動画あるよ。動画あるね。幸せそう。幸せかも。マッチングアプリも捨てたもんじゃないですね。そうそう、いいと思うし、今の時代結構やってる人多いから、ちょっと前まではさ、やってることをおっぴろげに言えないものだったよねってこの前ちょうど話してて、今はそれで結婚する人も、そうやって付き合ってる人もいるから、いろんな出会いが増えたよねみたいな。確かにね。まあ一番安全なのは私たちみたいに友達の友達っていうのが安全かなとは思ったりするけど、だって親もさ、昨日、俺の友達とさ、やこちゃんの友達をあったね、紹介して4人お互いの友達同士をいやー、うまくいってほしいですね結構ね、その男の子は私の推しだから、私のずっと昔からの友達を、今 LINE してるらしいよ。今度2人で出かけるらしいよ。あ、もう決まったの？楽しみやね。いいね、この恋愛の最初が一番楽しいよね。あとね、私の友達で珍しい出会い方してたのが、相席居酒屋って言って、多分いろんなところであると思うんだけど、そこで彼氏を見つけようって感じで行って、3回ぐらい行って彼氏できたことがいる。マジ？俺も行ったことあるんだけど、相席居酒屋、そういう子はいなかった。女の子ってもうただ飲みで行けるじゃん。そうだよね、男の子はお金払うけど、だからその終電までの時間の暇つぶしとかで来てるような子が多かったから、ちょっとあんま俺は好きじゃなかったけど。しかもその子可愛いんよ。マジ？だから捨てたもんじゃないしかもさ、じゅんくんの友達は車屋さんで車買ったらディーラーの女の子ついてきたって言ってたじゃん。言ってたね。車屋さんで車買ったらオプションで女の子ついてきて付き合えたって。すごいよね。そういう出会いもある。確かに。行きつけのバーとかで、もう店員さんと仲良くなったら、行きつけ同士くっつけてくれてとかもあったりするじゃん。確かにね。まあ憧れな出会いとかは、幼なじみはもう憧れだよね。学生の時の子と何年も付き合って結婚しましたみたいな人いるじゃん。いるね、たまに。すごいよね。すごい。だって学生の時とかって学校って小さい領域の中で、そこで、恋愛することに対して小さい世界だなってすごい思ってたの。そうだね。でも大学生とか社会人になって大きい世界見ちゃうじゃん。そこで別れる子が多いのに、広い世界を見てもやっぱりこの子だってお互いに思うのがすごい素敵だなって思う。マジですごいよ。考えられる。なんか写真撮られたんだけどいい絵撮れたかな。なんなら欲しいんだけど。ください。二人ごと。さ、俺の周りとかだと、カメラマンが多いの
友達は。うんうんうん。でカメラマンの仕事ってさ、同時にさヘアメイクさんとかさ、スタイリストさんとかもさ同じ現場になることが多いじゃん。うん。そこで出会ったりする人も多い。あ、同じ職種みたいな。そうそうそう私たちも友達周りがうんそれこそインフルエンサーだし、ん SNS とか関係してる人とか、うん芸能やってますみたいな、そっち系ばっかりだから、友達も同じ職種ばっかり、で出会いもそれになったりするかも。確かに。だからサラリーマンとか OL さんとかの出会いがまずそもそもない。友マジでない達としての俺もない。ないよね。一切なかった。うんうんうん、そうなってくると思う。まあそうだね。出会いない出会いないって言ってる人もいるかもしれないけど、んなんか外に出て誰かに会うことをとりあえずしなければならないと思う。ならない。ならない。例えば飲み会で、あ、この回序盤からね、は誰もいい人いないみたいな、なるんじゃなくて、いる場の男の子たちと仲良くなって、じゃあ別の会に呼んでくれた男友達が、もしかしたらいい人がいるかもしれないから、私たちはそれを枝って言ってるんだけど名前あんのうん、名前あんの。枝をもう増やしてくれてる枝増やしていこうって。なるほどね。大丈夫大丈夫。誰もいなくてもいいけど枝増やそうっつって。もうとりあえず繋連絡がってるもんねずっと先をそう交換して、うんそれで出会い増やしていけばいいじゃんみたいな。確かに。そう。あ、もう森を作ってればいいってこそう、森にすればいい。と枝をつなげてつなげてそう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 。大きい木作ればいいんだよ。さあもうどこかしらにはね、うん。いい実がなるから。私ね、めっちゃいいこと言ってる。そういうごめん。いいよ。で、そういう意味がね。自分のことずっと考えてたからそうだからそういうさ恋愛的なさ出会いじゃなくてもいい友達ができるから、コミュニティも人脈もすごいそこでできるから、別にマイナスにはなんない。仕事もつながったりするしね。そう、結構多いよね私たちの場合ってそうだよね、仕事になったりするもんね。それが多い。うん、私ねそうやって友達になりました、出会えました、で男の子から誘ってほしいっていう気持ちもわかるのね、友達とかの、でも誘えないとか、誘い待ちみたいな子多いけど、なんで自分から動かないのっていつも言っちゃうの、昨日の子もそうじゃん、そうだね。だとしたら行動力がある子に取られるよっていう、まあそれはそうなんだよね。女の子だからってデートを誘われるのを待ってるっていうのはしない方がいいと思う。本当にこの人とお話ししてみたいとかご飯行ってみたいと思う人があったらバンバン連絡していいと思うし、この前とか TikTok ライブでこういう人いるんですけどとかいう質問あったじゃん、で私はもうその人のストーリーにかっこいいとか書きなよとか、ちょっとアクションしなよっていう、もう自分から行く姿勢が大事だと思う。なるほどね。大事だね。街なんて街なんてね、何も起こらないもんね。そう、行動力なかったら行動力ある子に取られちゃうし、よく言うのが素直にならないと素直な子に取られちゃうの。俺もやちゃんのことを気になりだした時は、もう誰にも取られたくないと思って、もう毎日のように会いたいとか会いに行ってたりしてたからでも大事だと思う。本当？本当に。で実質こうやって付き合えてるし付き合ってくれたし、付き合ってあげたしふざけんな。でも本当にそこじゃない？私はじゅんくん以外の男性からもデート行こうって言われてたし、その時期何人かいたから、何人かいたんだ。知ってるでしょ？知ってるけどだから、いろいろ会っていく中で、やっぱり会う回数が多いと、仲良くなってお互いのこと知れてとか、でそれで気持ち入ったりするのね、他の人とかも会う日はあったけど、じゅんくんほど多くなかった。そうだよ。全然本当にもう暇さえあれば会うっていう気持ちでいたからもう他の人と合わせる時間を与えないような気持ちでいた。なるほどね。マジだよ。マジだよ。マジだよ。これマジ。これマジ。これマジ？これはマジか。その行動力は良かったんじゃないかな。自分的に。自分評価的にも良かったんじゃないかなって。そうだよ。だから私はやったことはないマッチングアプリでも、もし今出会いが欲しいって思うんだったら自分からそうやってインストールするという行動力とかもすると思うし、
相席屋とか行ったりもそうだし、うん全然街中で女の子でも逆難していいと思うし、そうよね。行動力持っていろんな場に行って出会い求めることをなんかしたらいいんじゃないかなって悩んでる人たちにはそれ言いたいなって思う。あ、名言。うん。しなかった後悔よりしたああ、まあそうだね。後悔。絶対そう。そうだね。うん。まあということで、うん。もし恋愛とかね、うん。出会いに悩んでる人がいたら、積極的に行動していくのが大事だと思うし、大事。まあ俺らみたいにね、友達からあれ好きかもみたいな恋愛に発展することもね、そうだよ。ある。友達って思ってたらもしかしたら恋人になるかもよ。うん、俺みたいに行動したから可愛い子を隣にどうした可愛い子をねどうしたゲットできたり今頭なんか飛んでた。どこ行ったゲットできたりするからもう頑張ってください、うん。バイバーイ。知ってる曲流れた。ね、怪獣